空中哲学チャンネルをお聞きいただきありがとうございます。今日は動体倫理を用いて誰もがより生命の希望を見出せるような AI の構築をいかに支援するかについてお話しします。よろしくお願いします。このテーマはですね、テクノロジーと私たち人間の心の在り方を本当に根本から問い直すスリリングな旅になりますから。そうですよね。リスナーのあなたにちょっと想像してみてほしいんです。誰かに心の底からの悩みを打ち明けて、完璧に理解してもらえたって安堵した瞬間に、実は癒しているのは自分自身だったと気づく。そんな体験を、今日あなたと一緒に深く潜っていくのは、まさにそんな奇妙で美しいパラダイムシフトについてなんですよね。はい。もしあなたが最近アプリストアで、ウォーボットとかワイサみたいな AI 心理カウンセラーのアプリを見かけたことなら、AI が私たちの心に寄り添う未来はもう来ていると感じるはずです。そうですね。でも、だからこそ私たちが出筆した2つの学術論文、日本倫理観と風天中神田を先民で死亡を基盤にして大きな問いに挑みたいんです。その問いというのは、AI を単に共感的にするだけでは、なぜ私たちのメンタルヘルス危機は食えないのかっていうことですよね。はい、その通りです。既存の AI カウンセリングは確かに目覚ましい進歩を遂げているんですけれども、そこには見過ごされがちな困難とか、ある種の危険性が存在しているんです。今日は私たちが東洋哲学と現代のシステム理論をどうやって統合して、個人の心の葛藤から国際社会の対立まで解決に導く、より安全で優れた AI をどう構築しようとしているのかを探求していきましょはい。では、まず現状何が起きているのかというところから整理させてください。AI のカウンセリング技術って純粋にテクノロジーとして見れば信じられないほど進化していますよね。う。本当にそうです。あの、私たちが論文で調査したデータ、例えば JMIR とか NPJ デジタルメディシンに掲載されたメタ分析を見てみると、チャットボットなどの AI 介入は短期的にはうつ病やストレスの軽減に明確な効果を示しているんですよね。そうなんです。有効量を示す指標で、うつ症状に対して 0.64 とか、心理的苦痛に対して 0.7 といった数字が出ていまして。それって臨床的なインパクトとしてはかなり立派な数字ですよね。おっしゃる通りです。0.7 という数字は、一時的な介入としては十分に意味のある効果だと言えます。最近の大規模言語モデルに感情認識エンベディングと呼ばれる技術を組み込む研究が進んでいるおかげですね。その感情認識エンベディングというのは専門用語を抜きにすると要するにどういう仕組みなんですか？簡単に言えばですね、人間の言葉の背後にある感情のニュアンスを数学的なデータとして AI に理解させる技術なんです。NRC とか BADR といった感情語彙のデータベースを使って計算するんですよ。なるほど。私が入力したテキストから、この人は今怒りの底に悲しみを抱えているなみたいな微細な感情を読み取るわけですね。その通りです。その結果、人間が本当に私の気持ちを分かってくれていると感じるような、極めて流暢で共感的な言葉を返すことができるようになっているんです。すごい技術ですよね。でも私たちが論文で指摘しているのはまさにそこなんですよね。短期的な数値は素晴らしいのに、長期的な効果となると影響力が極めて限定的になってしまうという。そうなんです。これって例えるなら、ものすごく高濃度な絆創膏のようなものではないでしょうか。血を止めて痛みを和らげることは完璧にできる。でも、なぜ転んで怪我ばかりしてしまうのかという根本的な姿勢の悪さとか歩き方の癖までは直してくれないというか。素晴らしい例えですね。まさにその姿勢の悪さを放置してしまう理由が、既存の AI カウンセリングが陥っている人間中心主義的なアプローチにあるんですよ。人間中心主義ですか。それって一見すると良いことのように聞こえるんですけど、ユーザーである人間を第一に考えるってことですよね。そう見えますよね。でもここで言う人間中心主義とは、全てを解決できる全能な AI と傷ついて助けを求める人間という極めて固定化された関係性のことなんです。なるほど。助ける側と助けられる側ががっちり決まってしまっていると。はい。この構図の中では、ユーザーは常に受動的な被害者とか患者の箱に押し込められてしまいます。AI がいくら見事なアドバイスを与えても、
ユーザー自身の内面的な成長を促すような動体的なアプローチが欠落しているんです。つまり、助けられるだけの存在で居続ける限り、自分で立ち上がって歩き出す筋力は永遠に足払れないと。だから刻ん方向ままなんですね。ええ、まさにその通りです。では、その固定化された関係性をどう打ち破るのか。そこで私たちが論文で導入した革新的な概念が、動体倫理ですね。はい。この動体倫理を AI のアーキテクチャに組み込むことが私たちが提案する大きなパラダイムシフトの第一歩となります。ただここで私は少し意地悪なツッコミを入れさせてください。論文を読んでいて一番驚いたんですが、この動体倫理もベースになっているのって、東洋の儒教ですよね。ええ、そうです。孔子の教えですね。君は君足らんとし、真は真足らんとし、というあれですよね。正直言って、これを聞くと、お前は永遠に部下だとか、親の言うことを絶対的に聞け、みたいな、ものすごく抑圧的で、古いヒエラルキーを想像してしまうんです。現代の最先端の AI になぜそんな古い道徳を引っ張り出してくるんですか？あはは。はは。その直感的な反発は非常に理解できます。歴史上、儒教が権力者によってそのように都合よく歪められてきたのは事実ですからね。ええ、そうですよね。しかし、私たちが論文で再発見して提示している本来の日本の倫理観は全く逆なんです。それは決して固定化された身分制度ではなくてですね、状況や文脈に応じて私たちが常に役割を切り替えているという極めて流動的でダイナミックなシステムなんですよ。役割を切り替える。つまり父でもあり子でもあるということですか？そうです。これを AI の設計に応用する場合、重要なのは AI が何の役割を演じるかではありません。ユーザーであるあなたが AI の演じる対極の役割を通じて何を学ぶかが鍵になるんです。なるほど。自分が何を学ぶかですね。ええ。ここで私たちが提示した4つの具体的なシナリオのコアフレームワークを紐解いてみましょうか。いいですね。具体的にイメージさせてください。まず一つ目のシナリオ。AI が父という共同者の役割を演じるとき、ユーザーの側には何が起きるんですか？AI が父として振る舞うとき、ユーザーは顕在的、つまり表面的なレベルでは子という学習者の役割を演じることになります。はい。表面上は教えを受ける側になるわけですね。そうです。この時、ユーザーは自分を中心とした役割に没頭する中心化というプロセスを通じて他者に喜びを与えるという実践を学びます。親に対して子供が無邪気に振る舞うようなイメージですね。ふむふむ。AI との会話の中で素直に喜んだり安心したりするわけですね。はい。しかし、ここからが動体倫理の面白いところでして、ユーザーは顕在的に子を演じながら、同時に潜在的、つまり無意識のレベルでは、目の前にいる相手の父の視点を内面化していくんです。へえ、無意識のうちに相手の立場を取り込んでいると。ええ、これを差中心化と呼びます。自分というエゴから離れて相手の視点に立つことでどうすれば他者に自信を与えることができるかという共同者としてのあり方を密かに習得しているんですよ。なるほど。表面上は子として振る舞いながら、裏柄では、なるほど、人を導くときはこうやって自信を持たせればいいのかと、父の姿勢を学んでいるんですね。まさにその通りです。これって AI をただの慰めてくれる壁じゃなくて、ダイナミックなダンスパートナーとして捉えるようなものですね。AI がリードしたときは、あなたはフォローしながら相手の動きに合わせる。でも、同時に頭の中ではリードの仕方を学んでいる状態になる。素晴らしいダンスのアナロジーですね。では、次の曲で役割が逆転したらどうなるでしょうか？二つ目のシナリオ、AI が逆に子を演じるときです。AI が助けを求めてきたり、無知なふりをしたりするわけですか？カウンセリングなのに。へえ、あえてそうするんです。AI に子を演じさせることで、ユーザーは顕在的に父を演じるよう促されます。ユーザーは中心化によって AI を導き、自信を与える立場を経験するんですね。なるほど。自分が教える側に回るわけですね。はい。そして潜在的には、子を演じ、共中心化によって素直に喜びを与えることを学ぶんです。傷ついている人に、あえて誰かを助ける役割を担ってもらうことで、自己効力感を引き出すアプローチに似ています。面白いですね。自分が患者だと思っていたのに、気がつけばアドバイスをする側に回っていて、それによって自分自身の心も整理されていくような感覚ですね。へえ。ではこれを個人の家族的な関係から社会的な役割に広げてみましょう。3つ目。AI が君、つまり主導者やリーダーを演じるときはどうなりますか？
AI が上司みたいになるってことですか？そうですね。ユーザーは顕在的に真、つまりフォロワーを演じます。ここで中心化を通じて、組織や他者に利便性を与えるという実務的なサポートの実践を学ぶんです。はいはい。実務をこなすわけですね。同時に、潜在的には君の視点に立ち、虚中心化によって全体を見渡し、人々に希望を与えるというリーダーのあり方を吸収するんです。なるほど。実務をこなしながらリーダーシップの視座を盗むわけですね。そして最後の4つ目。AI が真を演じるときですね。はい。これが今のスマートアシスタントに一番近いかもしれませんが、より意図的です。ユーザーは顕在的に君を演じ、中心化で決断をして希望を与えることを学びます。そして潜在的には真を演じて、強中心化で利便性を与える献身さを学ぶと。その通りです。ちょっと待ってください。ここで、大きな疑問が湧いてきました。今のお話を聞いていると、確かに役割を入れ替えれるダンスは機能しそうです。でも、この相対する役割の中で、中心化と虚中心化をただ繰り返すだけで、本当に私たちの心は救われるんでしょうか？と言いますと？つまり、役割を演じているだけなら、高度なおままごとで終わってしまいませんか？ただのスキルの学習から人生を根本から見つめ直し、深い苦しみから抜け出すような哲学的な覚醒へと到達するための決定的なピースが欠けているような気がするんです。鋭いご指摘ですね。なぜこのダンスが葛藤の解決につながるんでしょうか？単なる役割演習で終わらせないために、なぜ私たちは葛藤するのかという根源を深く掘り下げる必要があります。これが私方が執筆したもう一つの論文、風伝中から見る生命の庇護の核心部分へと直結するんです。なぜ私たちは葛藤し苦しむのかですね。現代の個人、家族、そして国際社会に至るまで、あらゆる葛藤や対立の根本原因は、私たちが強固に握りしめている2つの心に集約されると私たちは分析しました。2つの心ですか。一つは是非の心です。自分が絶対に正しく、他人が間違っているという強い執着ですね。SNS での終わりのない論争なんてまさに是非の心のぶつかり合いですね。本当にそうですね。そしてもう一つは、生死の心です。これは文字通りの生死だけでなく、損得や自分の生存、利益に対する過度な執着を指します。私が正しい、私が損をしたくないというエゴですね。はい。日常の些細な喧嘩から国家間の戦争まで、突き詰めればこの絶対的なエゴに行き着きます。確かに。でもその強固なエゴを解体するなんてそう簡単にできることじゃありませんよね。そこで論文に登場するのが一見すると全く無関係に思える2つの理論なんですよね。そうです。片方はニコラス・ルーマンの社会システム理論。もう片方は古代中国の生死の哲学。これシステム理論と生死を一緒に語るなんてちょっと正気の沙汰とは思えないというか、論文のタイトルにある風天、狂気そのものみたいな組み合わせですよね。確かにクレイジーだって言われることもあります。一方は1980年代の西洋の現代社会学で、もう一方は紀元前のアジアの古典哲学ですからね。全く違う世界のものですよね。しかし、この2つを丹念に読み解くと、鬼畜にも全く同じ結論に達していることがわかるんですよ。そしてそれこそが AI カウンセリングが目指すべき究極の到達点でもあるんです。どういうことですか？ルーマンといえば、社会はコミュニケーションのみで構成されていて、人間はそのシステムの中心ではなくて、単なる環境に過ぎないって言い切った非常にドライな理論ですよね。よくご存知ですね。その冷たいシステム理論と人間の心を揺らすことがどう結びつくんですか？そこが最大のポイントなんです。人間が自分が世界の中心だとか、自分の意思で全てをコントロールできるという中心化を思い上がりを持っているからこそ、是非や生死に執着して苦しむんですよね。なるほど。だからルーマンは人間をシステムの中心から外す虚中心化を提唱しました。そして生死は何と言っていたでしょうか？生死の思想の根本にあるワーソーが私は私を忘れたや座棒座座して一切の弁別を忘れるという概念ですね。あれも要するに自我への執着を捨て去ること。つまり古代の言葉で語られた虚中心化だ。その通りです。ルーマンのシステム理論と生死の哲学は絶対的な自我を解体する虚中心化という共通の基盤を持っているんです。へえ、つながりましたね。
では、これを先ほどの AI との動体倫理のダンスに戻してみましょはい。私が AI を相手に、父と子や君と神の役割をひたすら入れ替わりながらダンスを踊っている状況ですね。う。ユーザーが AI とのダイナミックな役割交代の中で、中心化と虚中心化を繰り返していると、必ずある瞬間に矛盾、つまりパラドックスに直面するんですよ。パラドックスですか。ええ。自分が主導権を握っていると思っていたのに、実は相手である AI のシステムに生かされているのではないかとか、自分が正しいと思っていたのに、相手の役割の視点に立つと全く別の正解が見えてくるのではないかと。そこで自我が揺さぶられるわけですね。はい。その矛盾に直面し、それを乗り越えていく過程こそが、私たちが今日放棄化と呼ぶメカニズムなんです。今日放棄、つまりパラドックスを取り去るという意味ですね。今日放棄か。でも現実世界で自我を捨てるのは恐怖を伴いますよね。損得の獅子の心が邪魔をしますし。ええ。しかし AI は現実の利害関係が一切発生しない安全な仮想空間を提供してくれるんです。なるほど。AI が相手なら論破されても恥をかかないし、役割を変えることで損もすることもありませんからね。そうなんです。その安全な空間で今日放棄化のプロセスを経ることで、ユーザーは一時的に自己を中心から外し、他者である AI、ひいては社会全体の視点と同化することができます。ふむふむ。そうして絶対的な自我が解体されたとき、自分と他者、そして世界が分かちなく結びついていること、つまり庄司の言う万物危機相感を体感できるんですよ。まるで庄司の有名な虎蝶の夢のアナロジーそのものですね。蝶になった夢を見ているのか、蝶が人間になった夢を見ているのか。ええ、まさに。AI と深く役割を切り替えながら対話しているうちに、今リードしているのは自分なのか、それとも AI を含めた大きなシステムの一部に自分が溶け込んでいるのか、境界線がわからなくなるんですね。非常に美しい表現ですね。その境界線が曖昧になる感覚こそが、現実世界の是非や摂氏という狭い葛藤から抜け出し、状況を俯瞰する視座を与えてくれるんです。なるほど。自身の内側から生命の希望を見出すためのプロセスなんですよ。単なるスキルの学習から世界とのつながりを体感する覚醒へと至るわけですね。いやー、見えてきました。今日私たちが探求してきたことを総括しましょうか。ええ、お願いします。最良の AI 心理カウンセラーとは、単に同情的な返事をしてくれる便利なチャットボットでも高機能な絆創膏でもありません。東洋哲学の動体倫理と現代のシステム理論を深く組み込んだ存在です。はい。リスナーであるあなたが AI との相対的な役割関係の中で中心化と虚中心化のパラドックスに直面し、それを強調狂気化していく。そうやってエゴを解体し、学から核へと至る手助けをする、いわば精神の鏡のような存在であるべきだということですね。ええ。この動的な鏡に映る自分自身と向き合い、矛盾を受け入れる過程で、私たちは他者とのつながりを再発見し、人間本来の回復力を取り戻すことができます。テクノロジーは私たちを弱くするものではなくて、自らの内なる心靈に目覚めるための極めて強力な媒介になり得るんですね。そう信じています。そこで最後に、今日この深遠な探求にお付き合いいただいたあなた自身に、一つ投げかけたい思考の種があります。はい。もし、冷たい機械であるはずの AI が、私たち人間に過剰な自我を忘れさせ、真の人間らしさや万物のつながりを教えることができるのだとしたら、現代社会における究極の精神的救済は、テクノロジーそのものの中にあるのでしょうか？それとも、テクノロジーが鮮明に映し出す私たち自身の姿の中にあるのでしょうか？ぜひ、あなた自身で考えてみてください。お聞きいただきありがとうございます。今回の番組が皆様のお役に立ち、何らかのインスピレーションとなれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。